ご視聴ありがとうございます。今回は、なぜか食い込んだ一区間、鹿児島中央駅と鹿児島駅の歴史に迫る後編です。県名をそのまま駅名にした割に地味な駅が歩んだ栄枯盛衰と、その裏にある地理と歴史的事情、そして衰退した貨物ターミナルの意外な強みと、駅周辺で着々と進む改造計画に注目です。前編をまだ見ていない方は、概要欄から見てくださいね。というわけで、鹿児島市街を南北に貫く市電に乗って、鹿児島駅に向かいます。ここは、1系統と2系統が合流する、高見馬場停留場横の交差点。市電の沿線には旧来からの市街地があり、両側に続くアーケード沿いにデパートなどが並ぶ、地方の大都市でよくある光景が広がります。鹿児島中央駅よりも北では、JR と市電の線路は並行していません。鹿児島中央駅前から10個、およそ16分で、鹿児島駅前停留場に到着です。スルー構造の鹿児島中央とは違い、こちらは行き止まり式。4面3線で、すべての線路が乗車用と降車用に分離されています。そしてここでは、JR と市電の線路は隣り合っています。向かって右奥に回り込んだ先に、JR の駅への連絡通路があります。いかにも工事中の雰囲気が漂う通路を進みます。この動画を撮影した時点では駅前ロータリーがおおむね完成しており、向かって左側にある屋根付き通路だけが整備途中のようです。そして正面に見えるこの建物が、JR 鹿児島本線と日豊本線の境界、鹿児島駅の駅舎です。前編でご紹介した画角に収まりきらない鹿児島中央駅に比べると、その差は歴然。そしてこの建物、平面形状は三角形で、奥に行くほど幅が狭くなります。ちなみに入り口左横のスペースのテナントは、現在募集中です。駅舎に入ります。小ぶりな駅舎ですが、階段の真上の天井は U 字型に持ち上げられ、装飾の模様と電球色の照明があり、デザインには工夫の跡が見られます。階段を上がりきった場所では、三角形の平面形状がよくわかりますね。切符売り場と改札はこの左後ろ。鹿児島中央駅に比べて、随分とこじんまりした設備です。券売機のスペースは2台分ですが、機械自体は1台だけ。改札口に自動改札機はなく、IC カード対応の簡易改札機があるだけです。改札の奥にある発車案内表示器も、方面別に2列車しか表示できません。特急霧島もワンマン運転なので、表示されている全列車がワンマン運転です。改札内に入ります。小ぶりな跨線橋から、ホームにつながる動線がそれぞれ分岐しています。なお、ホームと改札を結ぶ動線は、ここしかありません。1番線が単式ホーム、2、3番線が島式ホームとなった2面3線の国鉄型廃線の駅。1番線へと降ります。1番線、及び隣の2、3番線に向かう動線も含めてエレベーターがあり、構内のバリアフリー化は達成されています。駅舎全体は綺麗になっているものの、跨線橋から少し離れると、ホームからはよくある国鉄駅の雰囲気が漂います。なお、ホームの向かって右側からは、鹿児島県の観光名所である桜島も見えます。高さのある建物も少ないため、鹿児島中央駅とは違って遠くまで見通すことができ、のんびりした空気です。ホーム全体が半径400メートル級のカーブの上にあり、鹿児島中央駅方面から順に見ると、その様子がよくわかります。2、3番線ホームの屋根は両端が上がる形状なのに対し、1番線ホームの屋根は両端が下がる形状で高さも低く、作られた時期が異なるようです。奥になるほどホーム自体の高さは低くなっており、数回にわたってかさ上げされた痕跡もあり、重ねた歴史の長さが伺えます。そして1番線と2番線の間には、留置線が1本あります。留置線は本線に比べて規格が低く、レールの表面は錆びついており、列車が通ることもほとんどないように見えます。隣のホーム2番線に、鹿児島中央行きの特急霧島が到着です。鹿児島中央方面行きの列車は、1番線と2番線を両方使えます。この列車は4両編成で、編成の長さは80メートル強。2017年3月のダイヤ改正以降、ワンマン運転が行われています。反対側のホームへ行きましょう。ちょうど、鹿児島宮崎地区で運用される817系が到着です。817系自体は九州で広く運用されており、このエリアの編成はステッカーが青いのが特徴です。
乗り降りする乗客はまばらで、列車はすぐに発車。鹿児島中央駅の賑わいとは大きく違います。特急霧島は全列車が鹿児島中央駅を始発終着としており、一般列車も朝と夜の一部を除いて鹿児島中央駅が始発終着です。日豊本線の下り列車に比べ、日中の鹿児島中央方面行きの一般列車は本数が少なく、1時間以上間隔が開くこともあります。所要時間こそ市電より短いものの、日中8本程度が運行される市電に比べて本数は圧倒的に少なく、運賃も JR の方が割高です。そしてこの駅にやってくる列車で忘れてはいけないものがあります。そう、貨物列車です。JR 九州の電化区間は筑肥線を除いて交流電化のため、機関車も直流電化の線区とは一味違います。先ほどの EF81 は硬直両用である一方、1番線にやってきた ED76 は交流機関車です。旅客列車は最長4両のようですが、やってくる貨物列車はそれより長く、鹿児島駅の長い構内は有効活用されています。構内の奥の方では天井の白いタイルがまだ残っており、展示タイルも固定が簡素なタイプです。200メートルあるいはそれ以上の長さがあるホームからは、かつては長編成の旅客列車が発着していたことが伺えますが、端の方はフェンスで塞がれています。バツ印が付けられて使用停止となった中継信号機からは、時代の流れと寂しさが伝わってきます。ただし路線の境界自体は今もこの鹿児島駅であり、1番線のホーム上には日豊本線のキロポストが、3番線の脇には鹿児島本線のキロポストがそれぞれあります。鹿児島本線のキロポストはホームから見ると真っ白ですが、裏面には数字が書かれています。この鹿児島駅が辿った歴史とは、一体何なのでしょうか。鹿児島駅の開業は、1901年6月。熊本県の八代駅から鹿児島へと線路を伸ばす際、山川経由のルートの一部として建設された路線の終着駅で、当時の鹿児島市街の一番北に設けられました。鹿児島延伸にあたっては、もともと海側と山側の2つのルートが計画されており、海側だと敵の攻撃に弱いとして軍部が反対したため、山側から建設されたというわけです。1909年11月には、残る山間部の区間も全通し、鹿児島は九州の他の地域と直接つながります。この当時は、山側ルートが鹿児島本線を名乗っていました。一方1913年10月には、海側ルートのうちおよそ30キロ近い区間が開通。現在の鹿児島中央駅である竹駅が開業しました。鹿児島竹間は途中で山をトンネルで突っ切る線形で、市街地を走る市電とは異なり、平地が少なかったことがわかります。なお、この時鹿児島駅舎は改築され、2代目になりました。1927年10月には海側ルートが全通、そちらが鹿児島本線に、山側ルートは肥薩線となりました。竹駅はこの時改称され、西鹿児島駅という名称になっています。その後1932年には、東側の所属線が肥薩線から順次延伸されてきていた日豊本線に変更されています。鹿児島駅は市街地の北端にあったため利便性が低く、戦後鹿児島駅が貨物の中心、西鹿児島駅が旅客の中心と位置づけられ、市街地が南へ広がったことで、旅客駅としての地位は西鹿児島駅が上となっていきます。鹿児島機関区こそ鹿児島駅の横にありましたが、鹿児島運転所や、後の鹿児島車両センターである鹿児島工場は西鹿児島駅のそばにありました。鹿児島駅付近は海岸線まで数百メートルしかなく、反対側の山も近いため、大規模な設備を増やすのには向いていなかったのもありそうです。1971年には、長距離列車の終着駅が西鹿児島駅に移り、一中間駅となった鹿児島駅の地位はさらに低下していきました。その5年後に、駅舎は4代目に代替わりします。なお、一つ前にあたる3代目は、2代目が戦時中に空襲で破壊されたことを受けて建てられたもの。当時犠牲になった人々を悼む慰霊碑は、ホームの北端に設けられています。市の中心駅という立ち位置こそ維持されましたが、発展の度合いでは西鹿児島駅に大きく水をあけられていました。これは、1950年に完成した西鹿児島駅の2代目駅舎。市電が横切る駅前広場は文字通り広く、駅舎自体も30年近く後に建てられた鹿児島駅の4代目より立派なところに、駅の格差が相当昔からあったことが伺えます。1996年には西鹿児島駅舎は3代目になり、手前には幅36メートル、
奥行き20メートル、高さ最大7メートルの大階段も設けられました。この大階段の場所に建てられたのが、前編の序盤に登場したあの商業施設というわけです。そして2004年の九州新幹線開業に伴い、新駅名を公募することになり、最多得票となった鹿児島中央駅への改称が決まります。駅名改称の動きは以前から何回かありましたが、鹿児島駅周辺の人々や団体の意向などもあって実現することはなく、ここまで来ていました。駅名改称にかかる費用は6600万円。接続路線も多いことから、時刻表や運賃表、各種システムが絡み、費用が高くなるのです。これは全額地元負担。募金などで集まった額はこれをはるかに上回り、人々の期待と注目度の高さが伺えます。この頃の乗車人員は、鹿児島中央駅が1日平均で1万7000人程度なのに対し、鹿児島駅は1800人程度と10倍近い差が開いており、その後、差はさらに開いていきました。街の発展の中で立ち位置を下げていった鹿児島駅。かつては日豊本線方面からの着回し線も備えていた3面5線の構内は縮小され、一部は駐車場や保線用車両の留置場所となっています。そして自由通路からは、もともとあった架線中の一部が残されているのが見えます。屋根の柱を兼ねているため丸ごと撤去されることはなく、斜め方向の部材の一部がついたままになっている箇所もあります。かつては向かって左奥、線路の西側にもう一つホームがあり、その奥には留置線もあったのですが、駐車場やバス乗り場に作り変えられ、痕跡はほとんど残っていません。中盤で見かけた鹿児島本線のキロポストは、もともとこの隣の線路の脇にあったもので、移設されるまでは今とは逆向きでした。運用面においても、鹿児島市街がここまで続いているため、鹿児島本線や指宿枕崎線からの列車が一部乗り入れてきますが、基本的には一中間駅となり、九州を走る観光列車の中にも停車しないものがあるなど、繁栄の後を探すことは難しくなっています。一方この駅は、小さくなるばかりではありません。2018年10月に4代目駅舎の営業が終了し、20年2月に現在の5代目に代替わり、同年3月には、線路を横切る自由通路の供用も始まるなど、規模が小さくなる中でも一定の投資が行われています。その投資は、駅の外にも広がっています。駅周辺の整備は2009年度から進められていたもので、5代目駅舎への代替わりはその一部でもあります。また、周辺に点在していたバス停はロータリーに集約されました。そして2020年2月から翌年3月まで、市電の鹿児島駅前電停も改築され、市電は一つ手前の電停で折り返す臨時運用となっていました。そして変化があったのは、駅だけではありません。2016年には、駅東側の区画に広場と公園ができました。広場には屋根付きのイベント会場もあり、屋根がないところは屋外イベント会場として使えます。そしてこの広場、細長いくさび型の形状からなんとなく想像ができますが、これはもともと鹿児島貨物ターミナルがあった場所の一部を転用したものです。戦後、旅客を集約する西鹿児島に対し、貨物を集約すると位置づけられた鹿児島駅には、53年に鹿児島港までを結ぶ 1.9 キロの貨物線が開通しましたが、84年に廃止になっています。貨物ターミナルの敷地はかつての鹿児島機関区の土地などに拡張されたものの、旅客設備と同じく貨物ターミナル自体は時代の流れとともに縮小され、現在では線路が4本のみとなっています。一方ここは九州最南端の貨物ターミナルであり、じゃがいもの出荷が増える春頃には貨物列車が増便されるなど、拠点としてはまだまだ重要です。そして2駅線の上に架線がないため大型重機を使った荷物扱いができ、大型コンテナも扱えるほか、周辺の土地と高低差がほとんどなく、地下道などを経由せずにトラックが乗り付けられるメリットもあります。一方、駅前の建物が並ぶあたりでは地上14階建てのビル、マンションを建てる計画も進むなど、新たな動きはまだまだ続いています。鹿児島中央駅に役目を譲り、駅施設の規模は小さくなっていきましたが、余剰となった土地は他の用途に転用され、鹿児島市街地の一翼として地域を支えています。ご視聴ありがとうございました。